皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。私はふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは日本の夏です。前回日本の夏が湿度が高くてすごく大変で夏バテしやすいというお話をしました。で、前回は夏バテしないためにどうするかというお話でした。夏バテという言葉を知らない人はぜひこの動画を見てください。で、今回はそうではなくて、夏というと日本の人の頭の中に浮かぶものがあるんですね。例えば、お祭りとか花火大会とかスイカとかかき氷とか。なので、今日はそういう夏といえばこれみたいな、そういうお話をしたいと思います。ぜひ楽しんで最後まで聞いてください。では最初に夏といえば浮かぶもので、夏休みからお話しします。夏休みは、小中高はだいたい35日から45日ぐらい、場所によって違います。で、大学は2ヶ月ぐらいお休みがあります。で、会社とかで働いている人は、夏の間に1週間とか、10日ってことはないと思うんですけど、長くて1週間ぐらい、短くて3日ぐらい、お休みがあるかなと思います。7月の第3月曜日が海の日というお休みです。で、いつも3連休になるんですけど、だいたいそれぐらいから小中高は夏休みになります。で、だいたいのところというか多くのところは8月31日までお休みで9月1日から学校が始まります。で、なんですけど、山梨はちょっと早くって、8月25日とか、その辺から新学期が始まります。で、私が育った地域は、8月は31日までお休みでした。で、夏休み明けは9月1日。ある意味気持ち良い区切りで始まってたんですけど、ここは8月の終わりに始まっちゃうので、なんか夏休みが短かったな、みたいな気分に最初なりました。ただ全部の休みの長さはどこも一緒のはずなので、その分多分、冬休みが長いとか、なんかあるんだと思います。はい。で、そういう夏休みがありまして、夏休みになると大体ですね、お祭りがあります。お祭りは、もちろん冬にあったり、秋にあったりもするんですけど、春にもね。でも、なんとなく夏にあるお祭りって多い気がします。で、その理由を調べてみたんですけど、結構昔からやっぱ夏は暑いので、疫病が流行ったりしたそうなんですね。疫病っていうのは、今で言う感染症のことです。感染するっていうのは移るっていうことですね。なので、例えば、コロナウイルス、コロナが流行りましたけど、あれは感染症です。なんで、今のそういう感染症は感染症って言うんですけど、歴史の本を見ると、感染症は、疫病って書いてあります。なので、今、疫病と言いました。そう、なので、夏は暑くて、衛生状態が悪くって、いろいろ物が腐りやすくなったりしますよね。それで、疫病が流行ったそうです。で、あと、飢饉も夏に多かったそうなんですね。飢饉というのは、水が、例えば雨が降らなくて、お米が取れなくて、食べられなくなって死んでしまう。人がたくさん死んでしまう。それが飢饉ですね。で、飢饉も結構何回もあったんですよね、昔は。で、そういうのが割と夏に多かったので、
夏、そういう疫病とかを、例えば追い払う、退散のために、お祭りをしたそうなんですね。で、例えば、京都の、有名な祇園祭りがあります。あれは京都の八坂神社のお祭りなんですが、あれもやっぱり疫病退散のために、疫病を追い払うためにやったことが始まりだそうです。そう。なので、夏といえばお祭り。で、あと、夏といえば、花火大会があります。花火大会もお祭りの一種だと思うんですよね。花火大会は花火をたくさん打ち上げるものです。空に向かって何かを打つことを打ち上げると言います。なんでロケットとかも打ち上げます。で、打ち上げる花火のことを打ち上げ花火と言います。で、やっぱりその花火大会といえば夏が多い。で、これも、花火大会の元々は隅田川でやっていたお祭りらしいんですね。で、それも、やっぱり疫病が夏流行ったんで、それを追い払うために花火を上げるお祭りをしたようなんです。それが、だんだん、夏に川のそばで打ち上げるみたいな風になって、今、日本のいろんな場所で、花火大会があります。川のそばでやるの多いですね。あと、海でやるのも多いです。あと、海も川もないところは普通に、打ち上げます。で、私、昔、熱海の打ち上げ花火に感動しました。それが多分、海の花火を見た初めてだったんですかね。もちろんね、もっとすごい花火はたくさんあると思います。私そんなに行ったことないんですけど、熱海の花火大会は、なんていうかね、本当に海の上で上げてたんですね。それがすごく印象的で、すごいなって。で、浜辺に砂の上に座って見たんです。だからそれもすごく楽しかったです。あともう一つ、この山梨の隣の市でやった花火大会も、すごかったです。それはですね、音楽に合わせて花火を打ち上げるものでした。そう、最近はそういう、結構大きい音で音楽をかけて、それに合わせてバン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 打ち上げるタイプのもあって、それはそれで面白かったです。で、あとね、いろんなところで、花火大会があって有名なのもたくさんあるので、ただすごい混むんですよね、どの花火大会も。なので、なかなか腰が重くていけていません。腰が重いっていうのは、動きが遅いというか、どこかに行くのになかなか行かない。行こうっていう気にならないのが腰が重いですね。ただ今年はですね、一つ行こうと思っている花火大会があって、それは山梨県の市川三郷というところでやる花火大会です。それは多分山梨県で一番すごい花火大会です。で、去年実は息子がそれに行ったんです。電車で行って、もう車はね、多分すごく混むから、行くとしても車で行きたくないなとは思ってたんですけど、息子はね、車運転できないので、電車で行ったんですが、帰りすっごい夕立になったんです。で、私が家にいたんですけど、もう、その辺で雷が落ちまくってるんですよ。本当に怖かったです。それで電車が止まっちゃって、で、迎えに行きたかったというか、迎えに行かなきゃだったんですが、私、その時お酒を飲んでしまっていたんです。で、うちの両親もいたんですけど、3人で飲んでたんですね。で、夫は、東京で仕事があっていなかったんです。で、そしたら息子が一緒に行った別のお友達のご両親が迎えに行ってくれて、駅まで、電車が止まってしまった駅まで迎えに行ってくれて、で、途中で、
駅前に置いてあった息子の自転車まで車に乗っけて、で、家まで送ってきてくれたんです。もう本当に感謝しかありませんでした。あの時はね、本当にどうしようかと思いました。とんでもない雷と雨で、あんな中帰ってくるのは危なすぎたんですけど、迎えに行けないという状態で、うかつにね、お酒飲んじゃいけないなと思いました。そう、それでですね、ちょうど私昨日、お祭りに行ったんですね。で、それはですね、埼玉県の朝霞市というところでやっていた彩華祭というものに行ってきました。で、それは友達が、私が YouTube をやってるっていうのを知って、その朝霞に住んでる友達が、朝霞で面白いお祭りがあるよって言って誘ってくれたものなんです。で、何が面白いかっていうと、よさこいがあったんですね。ですね、よさこいって何かっていうと、踊りです。もともとは、四国の高知県で始まった踊りなんですが、集団で、何十人という人数で音楽に合わせて踊るんですね。で、鳴子っていう、振ると鳴るものがあるんです。それを持って音を鳴らしながら踊る踊りなんですね。前を行くトラックがいて、その人たち踊りながら、何十メートルか進むんですけど、その一番先頭には、トラックが走っていて、そこの高いところにマイクを持った人が立っていて、その人が掛け声をかけるんですね。で、それに合わせて、後ろの人たちが踊ってたんですね。ちょっと今ここの画面に出します。ちょっと今見ましょう。で、見れない人は音だけ聞いてください。それでも結構面白いと思います。はい。いかがでしたか？見た人は分かったと思うんですが、踊ってる人がもうすごいニコニコ笑顔だったんです。で、ですね、ディズニーランドのキャストさんみたいでした。ディズニーランドに行くと、私あんまり行ったことないんですけど、パレードとかの人たちも満面の笑み、もうにっこり笑ってやってるんですよね。で、真顔にならないっていうか、めんどくさいとか、そういう顔しないで、常にニッコニコじゃないですか。そういう感じでめっちゃニッコニコしながら踊ってたんですね。で、昨日の最高気温は37度でした。その朝霞で。で、ちょうどこの動画を撮った時間帯でも多分もう35度は超えてて、36度はあったと思うんですよね。だからね、絶対すっごく暑いはず。でも、多分、だから最初私見に行く前は、こんな暑い中踊るの大変だなって思ったんです。でも、踊ってる人を見て思ったのは、もう、暑いからこそいいんだと。この人たちは、この暑さをも楽しんでいる。それがね、伝わってきました。暑いけど、やっぱ若くて元気で、やる気があったら多分大丈夫なんですよね。というかね、ダメですよ。そういう状態でちゃんと水じゃなくて電解質の入った飲み物を飲んで、ちゃんとそういう熱中症対策をしながらやれば大丈夫なんですよね。だから、すごい楽しんでやってるんだなっていうのが伝わってきて、すごい見てて面白かったです。いや、ただね、とっても暑かったです。で、なんで、私もちゃんと熱中症対策をして、首に冷たくなるタオルっていうのを最近売ってたんですね。
今持ってくればよかった。今ないんですけど、なんかそういうのとか、そう、いろいろね、熱中症対策のものが、今ドラッグストア行くと面白いものがいろいろ売ってるんですよ。そうだな。ちょっとメンバーシップではその話をします。はい。そう、なのでね、そういうので対策しながら、見てました。撮影しました。で、その日、その、よさこいの踊りとかが全部終わったお祭りの後、お祭りの最後がですね、花火だったんですね。なので、もう私たち3時過ぎぐらいに帰ったんですね。なぜならば、4時以降ぐらいからその花火に来る人ですごい混むって聞いてたので、それより前に帰ろうということで、4時前ぐらいには駅を出るぐらいな感じで帰ってたんです。で、そしたら、駐車場、道沿いに駐車場があったんですけど、もう駐車場が、場所取りの人たちのビニールシートでいっぱいでした。もう道がですね、通行止めになってたんで、駐車場に入ってくる車はないんですよ。だからお店の人ももうどかしてくださいとか文句言わないから、もうそこにシート引いて場所取りしてたんですね。いや、面白い風景でした。そっちはメインチャンネルの方で、1ヶ月ぐらいで出せるかなと思います。ぜひ見てみてください。その踊りの方もね、また出します。はい。で、お祭りとか、花火大会っていうと、着物で来る人が多いです。人が多いというよりは、着物で来る人もいます。で、着物じゃないです。浴衣ですね。浴衣は、着物の中でも、薄い着物です。夏用の着物です。なので、そう。で、あと帯も、着物の帯ほどしっかりしてないものですね。もっと、軽く締めるものが多いですね。で、値段も着物ほど高くないです。もう着物は本当に値段がピンキリで安くても何十万かして、高いともういくらでも高くなる。で、帯とかも高いのは1本100万とか余裕で超えてくるので、とても高いですよね。とてもなんか手が簡単には出ない。でも浴衣なら、ある程度出せばいいのが買える感じがあります。で、あとある程度出さなくても、若い子向けの着物、浴衣は、本当に今安いのが売ってます。そう。で、そうそう。あとですね、夏といえば、手持ち花火もします。打ち上げ花火がその花火大会の大きい花火で、手持ち花火は、その辺のお店で売ってるんですけど、手で持てる花火ですね。で、夏はよく、それで子供たちと花火をしました。もう今大きくなっちゃったんで、したいって言ってこないのでしなくなりました。またね、孫でも生まれたらやろうかなと思ってます。気が早いですね。でもね、孫が生まれたらもう一回そういう楽しいことをできるかなって思います。最初子供が生まれた時に、そういう子供が楽しめることっていうのをもう一度楽しめた感じがしたんですね。自分が子供の時に楽しんだことを、もう大人になって別に興味がなくなったことを子供ともう一回楽しめた気がしたんです。だから孫がいたら、それをもう一回できるなって思って、今から楽しみにしています。ただですね、昔娘に、結婚はまだなのとか、子供はまだなのとか、絶対言わないでって言われたんですね。そういうプレッシャーをかけてこないでほしいって言われたので、言わないようにね、しようと思っています。それから、夏といえば、海ですね。ですね、そう、海水浴に行く人多いですね。でそれからあと、プールもあります。この辺は海がないので、プールに行きます。で、プール開きというものがあります。プール開きは、プールを初めて開ける日のことですね。その年初めてプールを開ける日をプール開きと言います。で、日本の学校にはだいたいプールがついています。なんですけど、
最近子供の数が減っていて、山梨でもその学校のプールを使わなくなっているところもあるそうなんです。で、そういうところは、スイミングスクールが結構日本ってどこにでもあるんですけど、そのスイミングスクールのプールを使うそうです。スイミングが結構その幼稚園とか小学生の習い事として人気があります。だからまず最初に水の浮き方から教わって、クロールとか平泳ぎとかそういうのを教わるのがスイミングスクールです。そうだからね、割とスイミングはいろんなところにあるので、そういうところと提携してプールをスイミングスクールでやるというところも最近はね、あるそうです。ただ、まだ、普通に子供の数が多いところは学校のプールがあって、その学校のプール、初めて入る日が、プール開きの日ですね。私はね、プールが嫌いでしたね。水着になるのが嫌で、ほんとプールは嫌いでした。プールがなければいいのにって思ったんですけどね。あとですね、大体のところに多分市民プールっていうのがあるんです。そこの市民が安いプールですね。もちろん市民以外も行けます。で、甲府のプールも割とうちのすぐそばにあって、この前一番暑い時間帯に散歩に行ったっていう話をしたんですけど、こちらの動画で。その時、プールの横を通りました。そしたら、プールから楽しい、キャーっていう笑い声がね、聞こえてきて、あ、もうプール始まったんだなって思いました。ちょうどですね、夏休みが始まるのと同じくらいで、市民プールもプール開きになります。で、外からね、見えないようになってます。最近そういうところが多いのかなと思うんですけど、多分ね、勝手に動画撮ったりね、する人がいるからね、なんですけど、そもそもはですね、あれなんですよ、なんか変な人がいるんですよ。小さい子供の水着姿を撮りたいみたいな変な人が。で、そういうのの対策のために、壁を作って外から、見えないようにしてると思います。してます。あと、夏といえばお盆があります。日本で実家に帰省する帰省っていうのは実家に帰ることです。実家に帰省するタイミングって2回あって、1つはお正月です。で、お正月はもう基本的にやっぱ実家に帰省すると思います。で、お盆は絶対そうとは限らないんですけど、お盆も実家に帰省するタイミングの一つです。で、お盆がですね、だいたい地域によって違うんですが、7月の中旬か8月の中旬にあります。で、一応でも大きな会社のお盆休みは、だいたい8月の15日を中心とした数日間になります。で、例えばこの辺で、じゃあお盆に何をするかというと、ですね、まずね、8月13日に、迎え火を焚きます。で、迎え火って何を迎えるかっていうと、ご先祖様の霊ですね。で、ご先祖様って言っても、知らない人というよりは、もっと近いところです。例えば自分のお父さんお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃん。もし会ったことあれば、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんとかが、帰ってくる。で、その帰ってくるご先祖様の目印になるように家の前で、火を焚くんですね。で、火を焚くって言ってもお皿の上に、燃やすものが売ってるんです。麻の皮なんですけど、麻って布にするものですね。で、それの皮が、この時期は本当お盆の時期より前にスーパーとかで売ってるんですね。で、そういうのをちっちゃいお皿の上で火をつけて燃やします。だいたい薄暗くなってくる時間帯に燃やすんですね。で、そのお盆14、15って
家で過ごしてもらって、16日に今度は送り火を焚きます。また同じようにお皿の上で火を燃やして、帰ってもらうんですね。そう、だからお盆は、そのご先祖様が帰ってくる。それをお迎えする日というか時期になります。で、そうは言っても、特に会社とかは、みんなが一斉に、その、お盆の日前後で休めるとは限らないんです。工場とかは、同じ時に LINE を止めて、一気にみんなで休むとかやったりするんですが、普通の会社だと、一気にみんながいなくなると困るので、夏の間に同じ部署で時期をずらして取っていくとかをやったりします。とはいえ多分3日とか4日とかぐらいですかね。あんまり1週間とかは休めないと思います。で、そういうお盆があって、だからお盆があるので、盆踊りというものがあります。お祭りで盆踊りがあったりするんですけど、その夏のお祭りで、最後の方でその踊りがあるんですよね。みんなで輪になって、踊るみたいな。それが盆踊りです。で、今年も私たちも、夫の実家の方に、11、12、13、14で帰省する予定です。で、ちょうどその14日ぐらいに、今度は夫の弟のお家が帰省するそうです。はい。お家がみんなで一緒には過ごせるほど広くないので、ちょうどね、入れ替わりぐらいがちょうどいいんです。じゃあ次は食べ物をお話しすると、まずパッと浮かぶのはスイカです。スイカは美味しいですよね。そう。で、夏暑くなってくると、息子がいつもスイカが食べたいって言います。で、この前、コンビニに行ったら、この一玉、割と大きいのが2000円で売ってたんです。で、わ、安いと思って買ってきました。もうあっという間にでも2日ぐらいで食べてしまいました。普通のスーパーだと、夏の初め頃に見たのが2900円とか3000円ちょっと超えてたので、高いなと思って買わなかったんですけど、そう、2000円は安いですね。そう、でもう一回ね、食べたいんですけど、まだ買えてないですね、2回目は。ただ、夫の実家に行くといつもスイカを用意しといてくれるので、それでいいかなってちょっと思っています。で、夏はね、そのスイカでスイカ割りっていうのをやったりします。これはあまり普通のお家ではやらないんですけど、例えば、部活というよりは小学生のサッカー少年団の合宿とか、合宿とかはそういうサッカーとかのみんなである場所に行って泊まりでサッカーをたくさんやるとか、そういうのが合宿と言います。そういう合宿とかに行くと大体スイカ割りがあります。で、スイカ割りはですね、字のごとく、スイカを割るんです。で、まず目が見えないように、布とかで目隠しをねして、後ろに縛るんですね。で、棒を持つんです。これは大体子供がやるものなので、子供が棒を持って立ちますね。そうすると、大人がその子をぐるぐるぐるって回すんです。何回か。3回ぐらい。で、そこから、はい、いいよって言われて、スイカがあると思うところに向かって行って、棒をバーンって振り下ろすという遊びです。で、目隠しをする前に、あそこにスイカがあるっていうのは分かってるんです。だから、目隠しをしてすぐだったら、やっぱ多分分かるんですよね。目が見えなくても。でも、ぐるぐる回されるので、分からなくなるんですよ。方向感覚が。だから、なかなか当たらなくなって面白いんです。私が本当に小学生とかの時に、カーフェリーで鹿児島に行ったんですね。私の父の実家が鹿児島なんです。で、昔は、まだ飛行機とかもそんななかった頃は、カーフェリーで行きました。車を乗っけて行くんですよね。カーフェリーだから。で、そのカーフェリーの中で、子供向けにスイカ割りをやってくれたことがあったんです。
そう、その頃ね、一泊とかかけていったのかな。そんなにすぐは着かなかったです。2泊はしてない気がするんですけど。で、そのフェリーの上でスイカ割りしたんですけど、船が揺れるから当たらないんですよね。そう。でも、当たらなくてももちろん最後は切って、みんなで食べれます。あれはね、なんかすごい楽しかった思い出があります。で、それから夏といえば、かき氷ですね。お祭りに行くと、そういう屋台が出てるんですけど、かき氷は大体あります。で、昔はそういうお祭りでかき氷食べたんですけど、最近というよりも、しばらく前からはもうおしゃれなかき氷屋さんが街にもできました。だから、こう、ふわふわの氷で、なんか上にいろいろ乗ってるようなかき氷をね、いろんな場所で食べることができます。次ですね。夏といえば、麦茶があります。麦茶は、大麦かな？大麦の、お茶ですね。こういうパックが割と、安く売ってて、で、それを水に入れて、何時間か待つとこういう色になります。で、これをいつも冷蔵庫に入れてて、冷やしてあって、で、暑いって外から帰ってきて、麦茶を入れて、カカカカって飲むのが夏らしい感じです。でね、冬は麦茶は特に作らないです。で、夏、こう冷蔵庫開けて、麦茶がないって言うとがっかりします。なのでできるだけ、切らさないように、常に麦茶があるようにしています。で、あと、そう、夏といえば、そうめんですね。そうめんは、すごい細い麺です。うどんよりずっと細い麺で、乾麺の状態で売ってます。乾麺っていうのは乾かしてある麺です。パスタの麺みたいな感じですね。で、その麺を、1分とか2分茹でるともう柔らかくなって、それを氷水に入れます。で、冷たく冷やして、それをつゆにつけて、つるつるつるって食べます。もう夏の暑い時には、そうめんが美味しいです。で、その、薬味として、ですね、海苔とか、しそを入れて食べると、より美味しいです。そう、薬味っていうのはそういう、生姜とかもそうなんですけど、つゆとかに一緒につけるものですね。おかずっていうよりは、その、味を良くするために入れるようなものです。なんで、例えば、ニンニクとか、ネギとか、さっき言ったシソとか、生姜とか、そういうのが薬味と呼ばれます。で、あとは、冷やし中華ですね。町の食堂みたいなところでは、夏になると、冷やし中華始めましたっていう張り紙を貼ったりするんですね。今もするのかな？私が小さい頃は少なくとも、私が小さい頃で私が大人になってからも、そういうのありました。おしゃれなラーメン屋さんとかじゃなくて、今流行りの、なんかもっと、いろんなものを出してるようなお店ですね。で、そういうところは、夏になると冷やし中華をやるんです。で、冷やし中華始めましたっていう、張り紙がしてあると、じゃあ冷やし中華食べようかなとか思って、冷やし中華を頼んじゃったりします。で、冷やし中華は何かというと、ラーメンの麺を茹でて冷たくしてあるものに、醤油ベースのタレなんですけど、ちょっとね、酸っぱいタレなんですね。酸っぱいから夏にちょうどいいんです。で、その上に細く切ったきゅうりとハムと、あと、卵を、黄色い卵を焼いて細く切った錦糸卵というんですけど、錦糸卵が乗ってたり、あと、場所によっては、トマトがスライスして乗ってたりとかもします。で、そういう冷やし中華。なんかね、夏になるとね、食べたかったですね。でもね、なんかね、一回食べると飽きるんですよね。だからほんと一回食べるともういいっていう感じではあるんですけど、夏になると冷やし中華食べたいなって思いました。今はね、あんまり思わなくなりましたね、なぜかね。はい、じゃあ次ですね。夏といえば、
高校野球です。高校野球については去年お話ししてるので、よかったら見てみてください。去年はですね、山梨が強かったんですよ。なので、楽しみに見てました。で、高校野球が何かというと、もう全国の高校が予選をするんですね。それぞれの県で。で、勝ち抜いてきた1校が、甲子園球場という兵庫県にある球場があるんです。そこに集まって日本一を決めるんです。で、都道府県って47あるんですけど、東京と北海道だけは2校ずつ出てきます。なので全部で49の、高校が戦います。で、日本一を決めるものなんですよ。で、それをテレビ放送するので、結構みんなね、楽しみに見てる人が多いです。うちの夫の実家とかの、義理の父ですね、毎日見てます。で、高校野球がですね、今年はですね、8月5日に開幕します。そう、だからそれより前にずっと予選をね、それぞれの県でしてたんですよ。で、それ8月5日に開幕して決勝戦が8月22日です。なんでこの夏休みの間ですね、短い期間で、どんどん試合をしていくことになります。懐かしいですね。昔ね、私は兄の学校が甲子園に行った時、見に行きました。兄はね、ベンチだったんですけどね、いい思い出です。じゃあ最後にちょっと台風のお話などでもしましょう。そう、夏といえばやっぱね、台風が来ますね。ただ今年はですね、もう夏というか梅雨の間に台風が来たんですよ。しかも2つ一緒に来たんですね。なので、梅雨と台風が一緒になって、すごい雨が降りました。で、土砂災害で西の方は大変でした。なんとというか、その時私がちょうど広島に行ってた時です。なので、メインチャンネルの方で、ですね、3本、広島県の動画を出して、そして、あと、倉敷の動画も出したんですけど、この4本ともちょうど、その2つの台風が近づいてきてるって時で、すっごいずっと雨でした。まあ、無事ね、帰ってこれたし、よかったんですけど、そう、あれはね、やっぱりいつもと違って、こんな早い時期に台風が来るなんてという驚きで迎えられたことで、ニュースでした。ニュースというか、台風でしたね。今来るのみたいな感じでした。で、最後にですね、私が夏が好きかどうかについてお話しさせてください。私ね、夏がね、暑くて、もう夏やだなって思ってたんですけど、ちょっとね、今年、少しその意識が変わりました。まず第一に、息子の言葉ですね。一番暑い時間に暑さに慣れるために散歩に行くといったあの言葉。なんて前向きに夏を捉えているんだって私は感動したんです。だから私も、夏は暑くてやだな、じゃなくて、よし、この暑い夏を乗りこなそうじゃないかというか、暑い夏でも私は関係なく、元気に過ごそうじゃないかみたいな、前向きな気持ちで今います。で、昨日のそのすごく暑かったお祭りも、なんだかんだ楽しかったんですね。で、あといろいろ対策グッズを持ってったんです。でそういうのも楽しかったので、そう、やっぱいろいろ対策をちゃんとして、夏を迎え撃ってやろうじゃないか。楽しく夏を過ごそうじゃないか。という気持ちでいます。やはり何事も楽しんだもん勝ちだなと思います。なので、もし皆さんこの暑い夏に観光に来る方がいたら、ぜひね、日傘を差すとか、帽子をかぶるという対策をして、首にはなんか冷たくなるものを巻いて、アームカバーをして、でもアームカバーはね、昨日めっちゃ暑かったですが、いろいろ対策をして、ぜひ楽しく過ごしてください。はい。では今日はここまでです。
最後にお知らせです。9月16日に私の初めての本が出ます。Travel Japan, Learn Japanese 旅で日本語を学ぼうという本です。ですね、これは日本のいろんな場所とか食べ物を30トピック選んで、そこで知らない人と会話するみたいな本になっています。日本語を勉強している皆さんは、日本にもし住んでいない場合は、日本に来て日本の人と話したいと思うんですよね。どうですか？私は、せっかくだったらそこの人と、例えばお店の人とかと話したいなと思います。なので、そう思う人が、どういうふうに会話をしたらいいか。あと、お店の人とだけじゃなくて、観光地に行って、隣の人と話したりする会話もあります。どうやって会話をスタートしたらいいのか。そういうことが、勉強できるというかね、そういう本になってます。で、日本に来る予定がない方も、日本にはどんな観光地があるのかなとか、どんな食べ物があるのかなとか、見てるだけでも楽しいと思います。そう。一生懸命ね、どの30にしようかなと私選びました。なので、読んでるだけでも楽しいと思います。説明がね、一応全部英語なんですけど、その英語も、できるだけ簡単な英語を使っています。わざと。私がわかる英語を使っています。なので、英語が苦手な方も、割と読みやすい英語になっていると思います。なので、よかったらぜひ、買ってもらえると嬉しいです。で、もう Amazon では、日本の Amazon では予約が始まりました。なので、ぜひ、予約してもらえたら一番嬉しいです。でも、もちろんね、外国から日本の Amazon で買うのは大変だと思うので、もちろん、そうじゃない方は、もし日本に来る機会があったら、本屋さんで探してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。あと、チャンネルメンバーシップもやっています。入ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。入っていない皆さんもよかったらぜひご検討ください。はい、では今日も皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。